ご視聴ありがとうございます。KK です。本日は月下美人の花を描いていきます。下絵から絵の完成までをお楽しみください。斜め横から見た月下美人を描いていきます。縦長の楕円形を描き、その横に中心となる点を打ちます。どの花びらもその点から伸びているように描くことが大切です。その点を中心としてどんどん花びらを描いていきましょう。上と下の花びらは翻りの部分を考えて描くと良いでしょう。手前の花びらは花びらの外側が見えているように描きました。花びらと花びらの間に外側の花びらを描いていきましょう。外側の花びらも中心の点から伸びていることを意識して描きます。さらに外側の花びらも描いていきましょう。めしべは中心から長く伸びており、先がいくつかに分かれています。たくさんのおしべは最後持ち上がるように中心から伸びています。花の周りには細長い萼が見えているので、それも描いておきます。今回は縦21センチ、横18センチの色紙に描いていきました。1度目はミッドナイトブルーだけで塗っていきます。中央を明るい色にしたいので、まずスイートピーという薄い紫で塗っていきます。次にミッドナイトブルーで境目をなじませていきましょう。上下とも同じようになじませていきます。絵の具の水分が多い方がよくなじんでいきます。下地の絵の具が乾燥したところで花を描いていきましょう。まずホワイトだけで花びらを描いていきます。筆は平筆の18番を使っています。手前の花びらよりも一つ奥の花びらから描いていきました。私にとってはそこから描く方が形が取りやすいのでそうしています。一番奥の花びらから描いていっても良いと思います。大事なことは花びらの形に沿うように筆を動かしていくことです。花びらが小さい場合は筆のサイズを小さくすると良いでしょう。ここでは私は平筆の10番を使っています。細長い萼はデルタのスイートピーとウェッジウッドグリーン、フェニックスのチタニウムホワイトで描いていきます。花びらに1回目のホワイトのサイドローディングを入れていきます。1回目のサイドローディングは全部の花びらに入れていきます。1回目のホワイトのサイドローディングは終わりました。絵の具が乾くのを待つ間に額の上にストロークを重ね色を濃くしました。2回目の白のサイドローディングは花びらの白を強調したい花びらに入れています。ここでは内側の花びらを中心に白くサイドローディングを入れました。まだ描いていなかった一番手前の花びらを塗っているところです。
3回目のホワイトのサイドローディングです。花全体を見て、さらに白を強めたいところに入れています。白のサイドローディングで花びらの翻りを描いていきます。翻りの部分をはっきりさせるためにミッドナイトブルーのサイドローディングを入れています。花芯の部分や花びらとの境目にもサイドローディングを入れました。特に花芯の部分はおしべめしべを白で描こうと思っているので濃いめに影を入れています。4回目の白のサイドローディングは自分が白を強調したいところに入れていくと良いでしょう。めしべを描く前に影をさらに濃くしてみました。チタニウムホワイトでめしべおしべを描いていきます。めしべの先端は何本かに分かれるように伸びています。おしべは先が持ち上がったように描いていきます。とてもたくさんのおしべがあるので根気よく描いていきましょう。上の方のおしべは花びらに沿わせるような感じです。サンブライトイエローでおしべの先の花粉を描きます。ライナー筆でトントンとのせるように描いていきましょう。白が薄いと感じたのでさらにもう一度上から重ねました。仕上げとして色が薄いと感じる場所、影をもう少し濃くしたい場所、白をさらに強調させたい場所、そのような場所に筆を加えていきました。月下美人の花が完成しました。最後までご視聴ありがとうございました。高評価ボタン、チャンネル登録とても励みになります。よろしくお願いします。また感想やリクエストなどをコメント欄に書いていただけると嬉しく思います。ご視聴ありがとうございました。